皆さんこんにちは。ラウンドナップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、もう仕事納めの方が今日多いですかね。27日金曜日ということで、撮ってるのもう少し前なんですけれども、そうですね、28、29、30とお休みという方が多いのではないかと思います。で、今回はこれメールマガジンでも、書いたんですけれども、ポッドキャストの方でも触っておきたいなということで、特にこの年度末年始にやりますよね。皆さん振り返りとか、それから来年自分としてはどうするのか。四半期っていう単位で言えば、第3期、第4期の間なわけで、会社としては3月がね、締めだっていう方も多いかもしれませんが、人間と、なんでしょうね。だいたい年末だから振り返ろうぜみたいなことってあるじゃないですか。でそういう時に気をつけなければならないポイントというのをメールマガジンの方で書かせていただきました。ぜひそちらはまとまっているので読んでいただければと思うんですけれども、ポッドキャストの方でも触れていきたいと思います。これを意識しているのとしていないのとだと、そうですね、年単位含めて、自分の、上から目線な言葉になってしまいますけれども、スキルアップとか、そういったものに大きな影響を与えるのではないかと思っています。でそれは何かというと、端的に言えば、リセット癖がついてしまっていると怖いっていうことなんですね。特に大きな節目であればあるほど、改めてその未来のことを考えなければいけない。つまり、お前、来年どうするんだね、自分自身来年どうするんだで、会社としての目標はこうです。こういうことをしていきたいと思います。じゃあ、自分としてはどうするんだという方向性でまず聞かれるじゃないですか。で、それって、ですね、先に2024年のことをやってからでないと、私はやんない方がいいと思っています。で、なぜかというと、2025年、次何やるっていうことを考え始めると、だいたい2024年の振り返りが甘くなるからなんですね。で、人間にしても、法人にしても、過去のことの積み重ねで未来があります。具体的に言えば過去できなかったことね、当然自分がやろうと思っていたことが 100% できましたっていう人ってあんまりいないと思うんですよ。50% かもしれない、70% かもしれない、30% かもしれない、いろんな事情があってできなかったこととか、自分としてはタスクとしてはできたんだけれども満足いかなかったこととか、そういったものであると思うんですが、それの振り返りを先にしておかないと、同じところでまたつまずいてしまいます。で、なぜかというと、大体のうまくいかなかった原因っていうのは、自分に足りていないものか、あるいは自分が意識できていなかったところにあるからなんですね。自分で分かっていて失敗しました、できませんでしたっていうことって、あんまりない。これは起きると思っていたよな、みたいなことであったとしても、その時に意識できなかったっていうことは、それは自分の頭の中にその時になかったのと同じことなんです。で、大体のことっていうのはそうやって、自分が、そもそもできないかったこと、足りなかったことであったり、自分の中で気づいていない、何かのスイッチが入らないとできないことであったり、そういうことが原因でできないことが多いんですね。で、そういったものっていうのは改めて振り返っていかないとわかんないんですね。なんでこれできなかったんだろう。なんでこの時にこれぐらいのスケジュール感でこのタスクやれると思ったのにできなかったんだろうっていう風に振り返った時に結構なんでだったんだろうなとか、タイミングが悪かったからなとか、自分の統率力が足りなかったからなとか、そういう抽象的なものとか、あるいはここでこういう割り込みタスクが入ったからできなかったのかなっていう外部環境に、うまくかこつけてまとめてしまったりしがちなんですけれども、それをやっていると、なかなか自分の幅って広がっていかないんですね。で、自分のできなかったことや、不得意なこと、無意識に避けていることっていうのは、正直自分自身で見つけるのなかなか難しいので、
できるだけその年なり、ある節目の振り返りとか、なんでできなかったのか調査っていうのは複数人でやった方がいいと思います。そういうことをやりたくない。それはすごくわかりますし、ストレスがかかる、嫌だっていうのもわかるんですが、自分がその領域を広げていく、除杯の窓でいれば他の参照源を広げていくっていうことをしたいのであれば、やはりそれ積極的にやっていった方がいいです。それをやれるっていうような仲間とか、上司とかだとやりづらいかもしれないので、仲間とかっていうのを持っておいたり、あるいはその自分の評価とは関係のないフラットな立場での、なんでしょうね。それはパートナーであったり、知り合いであったり、何かそういうのを作ったりしてもいいですから、まずは自分の、振り返りを客観視できる人と一緒にやっていくっていうことをお勧めします。メルマガの方ではまず2024年の方の振り返りをちゃんとしましょうっていうところで内容止まっているんですけれども、ポッドキャストなんでもうちょっと踏み込んでですね、余談ですけれども、だいたい言っている情報、お客さんにしか言ってない情報があるとして、それからメルマガ、それが一番大きいんですけれども、メルマガって一番ライトな、誰に読まれてもいいようなことを書いていて、でその次にポッドキャストでもう少し踏み込んだ内容をお話しさせていただいているので、なんでポッドキャストの方でもう少しちょっとね、話していくんですけど、大体、そういう、なんて言ったらいいんですかね、仲間というか、気が置ける、人っていうのがいるかどうかっていうのが、成長の観点で言えばものすごい重要で、昔はそれが上司だったりとか、だったりしたんですけど、今なかなかちょっと上下関係に関して、アレルギーがある方も多いですよね。そして、なんでしょうね。実際そんなことはないことが多いんですけれども、それが評価につながるんじゃないかとかいろんなことを考えると、それ嫌だなと。で、問題はその上司っていう関係性でそれが破綻してしまうと、離職とかいろんなものにつながってしまって、上の人も自分のせいでこの人辞めちゃったんじゃないかっていうと、人一人採用するのってものすごいお金がかかりますから、お互いやりたくないよねっていう話になっちゃうわけなんですよね。ただ、自分の幅を広げたい、スキルアップしたい、足りないものを早く見つけて、自分がもっともっとね、楽しくいろんなことができるようになりたいと思うんでしたら、そういう自分が見えてない部分を指摘し合える仲間を持って、で、そして、節目節目に自分たちの過去の行動っていうものを振り返っていくということをやることを、強くお勧めしたいなと思います。多分皆さんね、自分のことについてはわかんないけれども、あの人のあれはこうだよなとか、ここはいいけど、ここはあれだよな、言いづらいけど、みたいなことってあるじゃないですか。それは周りから見たらそういうね、同じことなんで、そういうふうにフェアなりトリオなりの何でもいいですけれども、やっていった方がいいですね。で、これをやっていかないと、おそらくですね、2025年も同じところでつまずきます。そしてその時もおそらく、2025年の振り返りの時も、なんか別の理由にかこつけて、根本的な解決、いわゆる根本的な対応というものを行わないまま、次の年に行ってしまうので、延々と同じところでつまずき続けることになってしまいます。で、こういう仲間がどうしても見つからないっていう場合には、自分一人でやるっていうことも不可能ではないです。で、その場合には、そうですね、私としてお勧めするのは、自分の振り返りを録音することです。自分の声を聞くの嫌だっていう方ね、やっぱ多いと思うんですけれども、人にどうしてもね、相談できる人がいないっていう場合であれば、その節目節目で自分がこうだったああだっていうのを取っておくんですね、録音して。で、それをすぐさまは聞かない。すぐさまは聞かないで、そうですね、1ヶ月ぐらい最低でも寝かせて、それを、客観的、できるだけ自分のことではなく、何かこういう似たような人間がいるなというような、気持ちで聞いてあげると、結構それだけで、あれ、ここってこれがその話してることがメインの原因ではないんじゃないのかとか、そこはこうするもんじゃないのみたいなことが意外とですね、時間が経つことによって見えてくるんですね。なんならですね、
どうしても自分で自分の声聞きたくないっていうことであれば、文字起こしを。ウィスパーとか使って文字起こしをして、それをなんか別のですね、読み上げボイスかなんかに読ませてみてください。ね。これだけ、それいいかも。今、とっさに言ってみたんですけども、いいかもしれない。自分のその文章にしてしまうと、なんでしょうね。その間とか感情とかっていうのが失われる。それは読み上げでも結構失われちゃうんですけれども、文章にすると都合悪いところって結構読み飛ばしますし、文章にするとなんででしょうね。やっぱり分かりづらくなるんですよ。なので、文章化して、明らかにおかしいところをね、誤字脱字をちょっと直して、直した後に適当に音声読み上げとかでゆっくり読み上げてもらいながら自分でチェックするみたいなことをすると、多分ね、一回ほんとやってみてもらいたいんですけども、自分の考え方の癖とか、自分が無意識に避けていることとかっていうのが見えてきます。で、そういうのに直面したくないって思ったらもうその先ないので、そこをね、一人でやる場合にはそうやって見つめ直して、2024年だったら2024年について振り返り直して、じゃあそれをもとに自分としてはじゃあそれを克服する方向で行くのか、それとも別のことを伸ばしてそれをカバーする方向で行くのか、いろいろな手段あると思うんですが、それを踏まえた上でね、苦手なことに関しては少し甘めの目標にしておく。で、クリアしたいものに関してはストレッチ目標にしていくっていうように、自分の性格を踏まえて2020次の目標を作っていくことをお勧めします。で、そうすると、ちゃんとそれができていれば、やっぱり達成できるものっていうのは、達成率っていうのは上がっていくはずです。もちろん外的要因とかがあるので、必ず結果的に上がるかどうかっていうのはわかりませんが、同じような状況で進んでいるのであれば上がるはず。で、それが繰り返されていくと、やっぱり自己肯定感も上がっていきますし、自分に対しての解像度も上がっていくので、より振り返りの精度っていうものが上がっていく。で、それを繰り返していくと、自分のその一日の行動を振り返る段階で、自分のこの悪いところのこれが出たなとか、で、自分はこれが得意だと思っていたけれども、この部分は足りてないなとか、足りてないというかな、足りてないって言うとあんま良くないな。自分のこの部分っていうのは何か、無意識の引っかかりがあるなとか、この部分、こういうタスクやるとなんかこういうところがキリキリ痛むんだよなとか、そういう自分の身体的変化とか心理的変化みたいなものがどんどん見えてくるようになります。で、それを掘り下げまくっていくっていうのは、これ多分だんだん心理学とかカウンセリングの領域になっていってしまうので、それ以上やり込んでいく場合はちょっとね、セルフでやらないでちゃんと専門家の助けを得た方がいいかもしれませんが、別にトラウマとかそういうレベルではなくっても、人間長い間生きていればですね、いろんなダメージが積もっていたり、いろんなね、ことがあるわけなので、で、そういったものが行動に影響を与えるっていうのは、それは当然っちゃ当然なわけですね。バイアスがかかっているのは当たり前なんで。それをできるだけ知覚して、で、心地よい範囲でそれをうまく使っていくことができると、ね、翌年、翌年が快適っていうんですかね、うまくいくんじゃないかなと思うんですね。もしかしたら自分に向いている職種とかも見つかるかもしれない。ね、意外となんでしょうね。例えば、特にこの就業形態、フリーランスなのか正社員なのか、社長なのか、社長もあえてね、本当に別にしますけど、社長ってめちゃめちゃ特殊な職業ですからね。言う人が言えばもう要は人に使われたくない人が社長になるんだなんていうふうに言う人もいますけども、結構それは真なりと思いますけどね。あとは人を使うのが申し訳ないというタイプの方っていうのは割とフリーランスであったり、小さい会社の社長さんになりがちっていうのはあるかなと思うんですけれども。そういうことも含めて、なんで自分が今この働き方、例えば今リモート会議とかに関して否定的なことを言う人もいれば、オフィスの方がいいよねっていう人もいっぱいいるんですよね。メディアでは割と
リモートがなくなることに対しての、ネガティブな意見っていうのがいっぱい出てくるんですけど、実際これ、働いている人をいっぱいいろんなところで見てくると、別にオフィスの方がいいよねっていう方いっぱいいるので、なんかちょっとね、偏ってるなと思うんですけど、まあさておき、そういうことを、まあ自分としてリモートがいいなと思う理由っていうのが、本当は何なのかっていうのも、こうやって振り返っていくことをしていくと意外と見えてきて、そうするとね、もっともっと自分の良い生き方なんかが見えてきたりするんですよね。はい。なので、ちょっとね、話随分ずれましたけれども、2024年の、まずそもそも2025年のいろんなことを考えるより前に、2024年の自分の振り返りをちゃんとやりましょうと。それをただただなんかできたこと、できないことっていうのを考えていくわけではなくて、なんでなのか。自分で気づいていないものが何かあるんじゃないかっていうことで、自分一人ではなくって、なんかこう相談できるね、仲間と一緒に、こうお互いを、どうだったんだろうね、みたいなことを、話し合う、みたいなことをした方がいいんじゃないかと思います。で、それが難しいっていう場合には、そのさっきの録音法ですね、レコーディング法を使って、自分自身で振り返っていくっていうことをしていく。で、あまりに深くはまりそうになってきたらちょっと、で、しかもそれがなんていうかな、ダメージにつながりそうな方向、自分の中のちょっとやばいところに踏み込みそうな場合には、それはそっちに行くんだったら、ちょっと専門家の助けを借りた方がいいですねっていうようなのが、基本的なところですね。やっぱりね、私も職業柄その振り返りとか来期どうするみたいな話っていうのは付き合ったりすることが、あるというか、ちょいちょいあるわけなんですけれども、大体こう通り一遍のそれっぽいことを言って終わるみたいな、なんとかこの場を乗り切って、それっぽい時期の目標とか今期何がダメだったかっていうのを出せばいいかなみたいな感じで終わっちゃっているケースが、多いなというふうに思います。で、その乗り切ればいいやっていう感じですよね。で、それは、処世術としてはありっちゃありなんですけれども、自分が、その今いる業界に限らず、もっと楽に生きていきたいと思うのであれば、仕事っていう人生の中で最も時間を取られるものをうまく使って自分自身をもっと深く知っていくっていうことをやっていた方が、絶対にいいと思うんですよね。なのでね、そういったことにうまく仕事を使う。今の時代は仕事がメインだ、人生の中で仕事が一番だっていう方もそんな多くないのかなっていう気はして、いるので、考え方としては、その仕事っていうものを通じて自分がどういうふうにうまく生きていけ、自分はどういうふうにうまく生きていけるのかなとか、自分自身が苦しんでいる部分ってのは何なのかなとか、そういうことを知るきっかけにしていこうぐらいの感覚でやっていただくのが、なんかまた見えてくるものも違うんじゃないかなというふうに思います。はい。で、そうではなくって、仕事で自己実現するっていいじゃんねっていうのは別にこれね、なんか今も仕事人間とかあと時代遅れとかですね、前時代の人間みたいな言い方、実際ね、そう思ってる人っているのかなっていう、本当になんかちょっとメディアが作り出した姿なんじゃないかなと思うんですけど、そういうふうに仕事自体に価値を見出す人については、なんだろうな、ストレートにこの世界の中で自分のバリューをどれだけ発揮できるのか、それをどんどん深めていくために自分を振り返っていくっていう、自分自身を振り返っていくっていうことが、大事なんじゃないかなと思います。はい。ねえ、やっぱ根本的な自分の、人間の能力自体はもちろんいろいろ差があるのは事実ですよね。それを無理に平準化するのは良くないんですが、でもね、多分それ以上に自分の能力を何%使い切っているのかっていう方が影響はでかいんじゃないかなというふうに思います。ずっと眠った才能のままの人っていうのもいるでしょうし、私自身のね、経験でもちょっとあれこれってのはやっぱりちょっと言いづらいので言わないですけれども、
こういうことなんだっていうのに気づいた時に、ある特定のタスクっていうかな、種類がすごく自然にできるようになったとか、あとはすごい細かい話で言えば、その自分の、例えばその、どうやったら相手に、違うな、なんだろうな。例えばその、こういう空白、沈黙ってすごい、私は昔怖くて、なるべくそれがないように、例えば電話対応とか、セールス的なものもそうですし、インバウンドのセールスの時もそうですし、自分がプレゼンする場合でもそうで、なんかシーンとしている状況とか、それから、相手が何も言わないっていうのがすごく怖い。で、なんか怖いから、自分のキャパシティ以上にいろんなことを喋ってしまって、今自分が何を喋っているのか分からなくなってしまうみたいなことがあって、でもね、これも、言える範囲で言えば、逆に自分がじゃあ、例えばセミナーでやったり、電話とかで黙ってしまうことってのは、よく考えたらいっぱいあるよねっていう、それは相手がどう思っているからじゃなくって、割と自分が考えているとか、それから、どうしようかなとか、思って自分、私から見たら相手側ですよね。向こう側が、の問題であることが多いなとか、あとはセミナーとかで静かになっちゃう時も、それを割と考えてる時だよなとか、思う、っていうのに、例えばもちろんそれだけじゃないんですけれども、気づくだけで、割と沈黙がそんな怖くなくなってくる。逆に沈黙をあえて作っていくことによって向こうに考えさせていって、その前段として考えさせるようなね話をした後にちょっと空白を置いてとかそういうことができるようになったりしてきたりねという、すごい、今のは別に本当に私の話なのでみんなってか皆さんに通じるかどうかはわかんないんですけれども、ちょっとしたことで本当に楽になるので、なんかそういうことを気づく。本当はだから1ヶ月とか3ヶ月とか短いスパンで振り返っていった方が楽になる頻度がね、楽になる回数が増えていきますからいいんじゃないかななんていうふうに思います。理想は1日1回かな。10分ぐらい振り返る時間作っていくといいんじゃないかなと思うんですけど。ねえ、だからそういう、腐れ縁の同僚みたいなのがいる人はすごい羨ましいなぁ、なんていうふうに思います。私もほとんど一人でやってますからね。自分自身で。こうやってポッドキャスト撮ってるのも、時々自分の過去の配信なんか聞いていると、自分の偏りとか、浅いところとか、逆に、ここは当たってたな、みたいなことがわかるんで、ライフログみたいになってるっていうのもちょっとありますよね。皆さんもよろしければ、音声なんかやってもらえればと思います。はい。ということで、今回、あっちゃこちゃ行きましたけれども、そんな感じで2024年のね、振り返り、やったっていう方もですね、もう一度ちょっとやってみてください。でその時に軸を自分の内面にもうちょっと向けていくと、2025年がもっと楽になり、楽という字はまた楽しいと読みますので、楽しいね、ワーキングライフが送れるんじゃないかと思います。はい。そんなことを、押さえていただければと思います。はい。ということで、ちょっとだらだら話してしまいましたが、今日の、ポッドキャストは以上になります。もう何回か年内に出したいと思うので、よろしければお正月のですね、なんとなく暇な時間あるなとかいう時に、イヤホンで聞いていただいたりとか、あるいは年明けにまとめて聞いていただいたりすると嬉しいなと思います。引き続き来年も配信していきたいと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。何かありましたらお気軽にお問い合わせください。今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。